はい、僕でお役に立てるのであれば、はい、僕でお役に立てるのであれば。君が言ったんだよ、葉月しおんくん。僕でお役に立てるのであれば。だからお役に立ってもらうことにしたんだ。うちの事務所に所属してね。そんなめちゃくちゃな。シオンさんがライゼンプロダクションの養成所に入所することは可能です。業務提携です。たとえ所属事務所は違っても、シオンさんは私たちの養成所に通う練習生です。私が必ずお守りします。稲本さん。俺も、僕も、俺も。当たり前やん。俺も、私もだ。僕もです。俺も、僕だって。仕方ねえな。丸眼鏡、俺がお前を絶対守ってやる。クックもシオン守る。大丈夫。俺たちきっと絶対大丈夫。だって俺たちには最強のライバルがついてるんだからね。うん。みんな、おはよう。朝だよ。ほらほら、起きた起きた。朝ごはんの準備手伝ってよね。もう朝か。朝食はもちろんパンケーキ。みんな、おはよう。おはよう、クック。おはよう。あれ、クックいつの間に下のベッドに。おはよう。昨日いつ寝たんだろう。って待って、クックの隣の足、もしかしてレオン？クック、レオンと同じとこで寝たの？バン！夜トイレ行って、そのままレオンの隙間で寝た。すごい。クックンは相変わらず恐れ知らずだね。おはようございます。おはよう。あれ、ここどこ？おはよう、ミオくん。一星！なんで一星と一緒に？覚えとらんの？いややわ、ミオくん。昨日はあんなに開放的な一晩を過ごしたいうのに。こらこら、未成年をからかうんじゃありません。お酒飲んだわけじゃないんだから、そんなはっちゃけるわけないでしょ。よかった。そっか。俺たち昨日シオンの話の後、養成所入所が決まってそのまま事務所に泊まったんだ。みんなで食べたピザ、美味しかったね。アグリーおはよう。おはよう。夜中に寝るまでしりとりしたのも楽しかったですよね。結構長くやったよね。ミオがソングって言ったタイミングでレオンがグーっていびきを。あれ本当にすごいタイミングだったよね。なんだ、もう朝か。おはようジンタロウ。あれね、ジン太郎の口の端にお菓子の食べかすついてる？ジクガー。今ジンタロウ一瞬起きてたよね。起きてねえ、むにゃむにゃむにゃ。スースー。もうやっぱりあの後抜け出してコンビニ行ったんだ。仕方ねえだろ。夜中に腹減って眠れなくなっちまったんだよ。いやー、あんなにピザ食べたのにね。みんなでたくさん話したからかな。太陽も行ったの？もう深夜に出歩いたら危ないでしょ。アグリ、二人のことそんなに叱らないであげて。眠れなくなってる僕に気づいて散歩に付き合ってくれたんだ。そうなの？うん。みんな昨日は改めてありがとう。一緒にいてくれて。それと改めてごめん。面倒なことに事務所を巻き込んじゃって。シオンが謝ることじゃ。僕が悪かったんだ。油断してた。きっと新社長を紹介してくれたプロデューサーもグルだったんだと思う。もっとちゃんと人を見なきゃいけなかったんだ。芸事の世界には魔物が住んどるってよう言うからな。魔物？怖いモンスターのことだよ。まあ大概の魔物は魔物である自覚はないものだ。それゆえ気づけば隣にいる。だったらせいぜい自分が魔物にならないように気をつけることだな。自覚がない以上いつそうなってもおかしくない。自分が己の中の暗闇にとらわれるか、
それとも光を信じるか選ぶのは自分だということだ。ま、レオンは半分なっとるみたいなもんやけどな。いびき、モンスターの鳴き声だった。そのと俺はいびきなんて書かね書いてたよねえ。録音しとけばよかったな。まあまあ自然現象なんですから。え。だから俺はいびきなんて。魔物になるかどうかは自分次第。はいはい、朝ごはん食べるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。 2、2、3、4、5、6、7、8。はい、ストレッチ終了。今日のレッスンはここまで。お疲れ様でしでた。した。いつも見学に来てたミオはともかく、クックもシオンもしばらくレッスンしてなかったのに、全然体力落ちてないね。バン、クック、たくさん木登りしてた。1日3木登り。え ?1 日に3回も？クックさん本当に木登りが好きなんですね。一応自主練習は続けてたんだ。いろいろ片付いたらいつでもここに入所する予定だったから。レッスンにはもう慣れたか？うん。入所してから1週間経つしね。やっぱり一人でやるより大人数でやる方がいいね。ああ、いや、大人数っていうか、オーディション前も養成所に通ってて、いろんな人たちとレッスン受けてたんだけど、そういうのともまた違うっていうか、多分この7人だからこそいいんだと思う。わかるー。まさにあうんの呼吸っていうか、レッスン段階なのにもう息ぴったりっていうか、一緒に過ごしてきた1年間の積み重ねの尊さっていうか。ミオ、全部口に出てるよ。でもこれは出ちゃってもいいやつかも。バン。だね。その通り。え？いやー、来て早々素晴らしいものを見させてもらったよ。やっぱり君たちはこうでないと。カムイ先生。なんと生カムイ先生ではないか。どうしてここに？公演の準備が一段落ついてね、どうしても君たちに会いたくなったんだ。生カムイ、生カムイ。生ってことは料理前。クック、生は生でもカムイ先生は食べられないよ。そんな謎々みたいな。カムイ先生、一星たちから聞きました。今回は事務所の件でいろいろと調べてくださってありがとうございました。いや、それより大変だったね、シオン君。お騒がせしてしまってすみません。そんな、シオン君を含めみんなは僕の大切な生徒、いやカンパニーの一員だと思っているんだ。何か困ったことがあったら遠慮なく相談してほしい。ありがとうございます。そういえば、カムイ先生はどうやって事務所の騒動のことを調べたんですか？確かに、いくら海外で活躍する舞台演出家とはいえど、まさか他社のお家騒動の情報をそこまで簡単には手に入れられるとは思えん。そうですよね。僕も気になってました。実は僕には海外で大手エージェント会社の社長をしている友人がいてね。大手だけあってあの手この手でどこからともなく情報を集めてくるんだ。ほんと恐ろしいよね。へえ。じゃあ今回のこともその人から。あれ、海外でエージェント会社をしてるってどこかで聞いたような。それってまさかスノータイガーエージェンシー、レオンの父親さ。レオンのお父さん？結構古い付き合いでね、今でも頻繁に連絡を取り合ってるんだ。実は今回のことはユーゴ、レオンの父親が何かあったら伝えてやってほしいって事前に知らせてきていた情報だったんだよ。そうだったんですね。って皆さん今聞きました？さりげなく差し込まれてましたけど、レオンのお父さんユーゴって言うんですって。しかもカムイさんと古い友人、レオンと一星みたいな感じなのかな。初耳。あ、ちなみにこのことはレオンには内緒だよ。もしバレたら
僕がレオンやユーゴにどれだけ叱られるか。いや、スバル君がするんかい。くそ。おかげでこっちがする予定のくしゃみがどっか行っただろうが。ごめん、なんだか急に鼻がムズムズして。だったらもっとでっけえ声でかましちまえよ。本当にそれですっきりしてんのか？収録前の前室でそんなでっかいくしゃみしたら迷惑だよ。スバル大丈夫？熱ない？頭痛いとか？大丈夫、心配しすぎだよ。そりゃ心配するよ。大事なメンバーのことなんだから。スバル、昨日夜中まで番組のアンケート書いてたでしょ？一昨日も振り付けの練習寝るギリギリまでしてたよね。最近なかなか時間が取れなくて。仕事のスケジュールが埋まるのは大歓迎やけど、その代わり時間の使い方考えんといかんくなってきたな。今流行りのタイパってやつ？なんだそれ？たい焼きパーティーの略か。タイムパフォーマンスだ。そうだ、今度のオフに事務所でたい焼きパーティーしようよ。パンケーキの時みたいに。そうだね、頑張ろう。今が正念場だ。クラムさんお願いします。はい。社長、コーヒー持ってきました。ありがとうございます。クランブ。この番組、生放送ですか？はい。最近お昼の番組にも呼んでもらえるようになって、仕事の幅が広がってきたんですよ。最近本当に人気だよね。歌もダンスもかっこいいってすごい話題じゃん。ありがとうございます。すっごく嬉しいです。うちの娘にサインもらってきてって頼まれたんだよね。後でよろしくね。娘さん SNS でお写真をお見かけしてます。めちゃくちゃ可愛いですよね。将来が楽しみ。今日クランブに会うって言ったら一緒に仕事行く、保育園休むって泣かれたんだから。連れてきたらよかったのに。俺子供と遊ぶのすっげー得意っす。ご参考までに伺いますけど、娘さん誰推しです？レオンだって。ほらレオン、娘さんにファンサしやんと。はい、指ハートいただきましたよ、娘ちゃん。いやー、君たち本当いいよね。事務所がちょっといろいろあるみたいだけど、負けずに頑張ってほしいわ。ありがとうございます。頑張ります。全力で頑張って僕たちが事務所を盛り上げてみせます。絶対に。さすがですね、クランブ。やっぱり稲本さんはあのライゼン会長のお孫さんだけある。稲本さんには人を見抜く才能がある。ありがとうございます。けれど本人に備わる才能を見抜く力は新しの方が長けているでしょうね。同じ祖父を持つ存在ですから。東雲さんはライゼンプロダクションのお家騒動の前日談をどこまでご存知ですか？前日談ですか？少し前までのライゼンプロダクションは芸能界、特にアイドル業界に最大手と言われながら、一時期事務所のメイン事業が関連養成所の経営だったのはご存知のこととは思います。はい。先々代が会長職に就いてからバーサスアンビバレンツのオーディションを開催するまで新規のタレントの所属はなかったと聞いています。それは前社長である父の選択でした。父は自分自身には祖父ライゼンのように人の才能を見抜く力はないと思っていた。祖父との幾度かの対立の結果、祖父はバーサスアンビバレンツで現場へと復帰。父は関連会社の取締役に異動となり、実質芸能事務所という職からは距離を置いてしまったんです。そして祖父はオーディションを見届ける前にこの世を去り、絶対的権力を失ったライゼンプロダクションは内側から徐々に崩れ始めた。それが世の中がお家騒動と呼ぶテイルウィンドオフィスとの対立のきっかけです。そんなことが。稲本さんは才能って何だと思いますか？そうですね、恥ずかしながら私も未だにつかみきれません。
ただ私は父に芸能に携わる才能がなかったとは思えないんです。父は祖父とは違うやり方で芸能界へ貢献しようとしていた。人材を育てようとしていた。そしてそれは今も変わりません。現に父は関連会社の養成所、事務所がテイルウィンドオフィスになった今も守り続けています。私は才能や実力はいわゆるセンスと呼ばれるもののことだけではないと思うんです。例えば進もうと歩んだ道が途絶えたとしても、何らかの方法でまた違う道で進んでいく、そういうことも才能の一つなのではないでしょうか。そうですよね。そうなんです。だからこそ新たな道を探らなかった僕には才能がなかった。だから僕はもうたくさんの人の前で歌わないという選択をしたんです。すべてお話しします。お疲れ様でした。はあ、生ってやっぱ緊張する。だなぁ、考えてたことの100分の1も話せなかったぜ。よかったで、仁太郎くん。次もそれで頼むわ。おお、そうかってどういう意味だよ。スバル、さっきの受け答えかっこよかったよ。よかった。とっさに答えちゃったから少し不安で。スバル、なんだか顔が赤くない？そんなこと。あれ、なんか。スバル！スバル！境界線なきしとプレイ